こんにちは、皆さん。今日は、日本人なら誰もが知るメジャーリーガー、大谷翔平選手に焦点を当てます。彼の最大の魅力は、最高峰のメジャーリーグで投手としても打者としても高いレベルで活躍することができる点です。唯一無二の存在であり、毎シーズン、新たな初記録や驚異的な新記録を打ち立てる大谷選手は、アメリカでもスーパースターとして広く認められています。今回の動画では、そんな大谷選手の伝説的な逸話や印象的なエピソードを紹介していきます。さあ、彼の魅力に迫る旅を一緒に楽しんでいきましょう。小学生時代からすでに化け物。大谷選手は小学生の時、水沢リトルリーグに所属していました。5年生の頃から彼のストレートは時速110キロを記録しており、小学生でこの速さはまさに驚異的です。実際、ある試合では1試合で17奪三振という、ほぼ全ての打者を三振に取るという信じられない記録を打ち立てています。これは、まるで野球漫画のような話ですね。バッティングにおいても大谷選手の才能は際立っていました。練習ではホームベースから80メートル以上先の外野フェンスを軽々と越えるホームランを打っていたそうです。試合では相手チームも彼を警戒して外角を攻める戦略を取りましたが、それでも彼はホームランやヒットを連発していたとか。花巻東高校、慶応大学、そしてプロと様々な場所でプレーした小原大地さんも、リトルリーグ時代に大谷選手と対戦した経験があります。小原さんは大谷選手にホームランを打たれたことがあり、彼がマウンドから120キロ以上のボールを投げる姿に衝撃を受けたと語っています。このようなエピソードが、大谷翔平選手が今日のスーパースターとなった背景にあるのです。引き続き、彼の成長の軌跡を追っていきましょう。中学生時代、大谷翔平さらにスケールアップ。中学生の時、彼は一関シニアのエースとして活躍し、全国大会にも出場しています。合宿中のバッティング練習で、推定飛距離120メートルの場外ホームランを放ち、歩行者用信号機にボールを直撃させるという伝説の一打を記録しています。リトルリーグ時代からさらにパワーアップし、球速も130キロ台に達し、変化球のキレも捕手が取るのに精一杯だったそうです。春の全国選抜大会では、名門、世田谷西シニアとの対戦で、7対0というスコアでコールド負けを経験しましたが、この試合でも大谷選手の存在感は際立っていました。対戦相手の世田谷西シニア総監督、蓬莱明彦さんは彼のパフォーマンスに衝撃を受け、一目でプロへ行くことを確信したと語っています。大谷選手はこの試合で3打数3安打を記録し、慣れては130キロ後半のストレートをビュンビュン投げ込んでいました。なお、世田谷西の投手は中学日本代表のエースでしたが、大谷選手には軽く3安打を許してしまったそうです。また、中学3年生の時には身長が187センチまで伸び、入学時から20センチ以上の成長を遂げていました。そのため、ジャージがツンツルテン状態になり、親御さんも新しいものを買い直すのを最後は諦めたんだとか。大谷翔平選手の中学時代は、すでにその才能が規格外であることを示していました。今回中学生時代のエピソードからも、彼がいかに特別な選手であるかが伝わるでしょう。高校生時代、大谷翔平さらにスケールアップ。自身が中学3年時に選抜大会決勝に進出した岩手県の花巻東高校のエース、ゲントロント、ブルージェイズの菊池雄星に憧れ、同校へ進学、日本一になる、日本人最速となる球速 160km 毎時を記録する、ドラフトで菊池雄星を超える8球団から1位指名を受ける選手になる、ことを目標に掲げた。高校時代に自分の目標を達成するためのマンダラチャートを作成。MLB 移籍後、2019年時も、僕にとって雄星さんは特別な存在、と語っている。大谷はこの高校での寮生活について、良い環境であり自身が大きく変わるきっかけになったと後に語っている。生活や娯楽に制限を受けたことで、何が正しいのかを考えて行動することの重要性を学んだという、親以外の指導者から教わる経験も初めてであった。そして監督の佐々木宏による、先入観は可能を不可能にする、先入観を捨てることによって不可能が可能になる、という言葉を心に刻んだ。入部後は監督の佐々木宏の、まだ骨が成長段階にある1年夏までは野手として起用して、ゆっくり成長の階段を登らせる、という方針により、1年春は、4万、右翼手、で公式戦に出場、秋からエースを務め、最速147キロを記録した。花巻東高校、佐々木宏監督はゲントロントブルージェイズの菊池雄星選手を、プロ6球団ドラフト1位に指名されるほどの選手に育てて、もう菊池以上の素材の選手は岩手から出てこないだろうと思っていたところ、大谷選手の映像を見て、またとんでもないのが出てきたと腰を抜かしたというエピソードもあります。佐々木監督はこれからどんな選手に成長するんだろうというワクワクする気持ちと、それ以上に潰してはいけないという気持ちが大きかったと言っています。2年春には最速151キロを記録し、道のくのダルビッシュと呼ばれ注目を集める第93回全国高等学校野球選手権大会初戦の帝京高校戦では負傷による有力手として先発出場するが、4回途中から登板し、田中将大に並ぶ甲子園での高校2年生最速タイ記録、当時となる150キロを記録、その後は治療に専念し、試合には打者限定で出場した。3年生になる直前、
2012年3月の第84回選抜高等学校野球大会初戦の大阪桐蔭高校戦は、5回まで2安打無失点6奪三振の好投を見せ、相手エースの藤浪晋太郎から本塁打も放ったが、最終的に8回3分の2を11奪三振11四死球で9失点、自責5で敗退。3年生の夏、2012年度の全国高等学校野球選手権岩手大会の準決勝、一関学院高校戦ではアマチュア野球史上初となる160キロを記録した。この試合は7回を3安打1失点13奪三振の快投でコールド勝ち。しかし決勝の盛岡大学附属高校戦では、多彩な変化球を操り15奪三振と力投するも、味方のミスや、相手チームによる本塁打など運にも見放され5失点を喫し、高校最後の全国選手権大会出場とはならなかった。甲子園での通算成績は14回を投げ防御率 3.77、16奪三振、野手としては2試合で打率3割3分3厘、1本塁打だった。9月には第25回世界野球選手権大会の日本代表に選出され、主に4番、指名打者として起用された5位決定戦の韓国戦に先発し、7回を投げ2失点、12奪三振、最速 155km 毎時を記録するも敗戦投手となった。9月18日、プロ志望届を提出した。プロ野球ドラフト会議前には NPB だけでなく MLB 球団からも注目され、本人は当初、MLB か NPB かは、五分五分と語っていたが、ロサンゼルス、ドジャースやテキサスレンジャーズ、ボストン、レッドソックスとの面談を経て、10月21日に MLB への挑戦を表明。会見では、日本のプロよりもメジャーリーグへの憧れが強く、マイナーからのスタートを覚悟の上でメジャーリーグに挑戦したい、と語った。さて、ここからは大谷選手の当時の人物像がわかるエピソードを紹介しよう。ロサンゼルス、ドジャース、極東スカウト、小島圭一氏曰く。サッカーをやらせれば世界最強のストライカーに、走らせれば100メートルの世界記録に迫ることができる、そんな人類のスポーツ史を変える、とてつもない才能が、たまたま日本に生まれ、たまたま野球を選んでくれた、そういうことなんです。高校時代には野手としても高い評価を受けていたが、本人は投手に対するこだわりが強く、世界一の投手を目標に掲げていた。誰もやったことがないようなことをやりたい。野茂英雄さんもそうですし、成功すれば高校からメジャーへという道も開けると思う。160キロ目標を掲げた時には、無理じゃないか、という声もあったが、そう言われると、絶対やってやるという気持ちになる。刺激というか、やる気になる、という考えを持った。高校3年時には NPB を経ずに直接 MLB 球団との契約を目指す意向があることを明かし、日本を選択した場合でも、肉体的ピークだという25歳でメジャーに挑戦していたい。日本人投手として最初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたい。メジャーで殿堂入りするためにはメジャーで最低15年はやらないといけないという話なので、30歳近くになってからメジャーに挑戦するのは遅いと思う。マイナーリーグから這い上がってメジャーに行くことも魅力、と話していた。高校時代の大谷に好きな授業を聞くと、日本史、という答え、特に幕末が好きですね。日本が近代的に変わっていくための新しい取り組みが多くて、歴史的に見ても大きく変わる時代、革命、や、維新、というものに惹かれるんです。と語り、誰もやったことのないことを成し遂げたい、という思いが強かった。子供の頃から負けず嫌いであり、みんなで遊んでいても、負けると必ず、もっかい、と言って勝つまで勝負をしたがる性格である。友人と関係をしていたら、大谷が年上の友達と揉めて、取っ組み合いの喧嘩になってしまった。日ハム入団前から、パイオニアになりたい、ということを公言しており、母の佳代子は、昔から翔平には人のできないことをやってみたいという冒険心があったと思うんです。花巻東、高校に入る時も、菊池雄星君たちの代で全国優勝していたら違う高校に入っていた、と言っていましたし、メジャー挑戦すると言った時もパイオニアになりたいと言ってましたよね。誰もやったことのないことをやりたいんでしょう、と語っていた。以上になります。皆さんはどう思いますか？ご視聴ありがとうございました。ぜひコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。